リスナーの皆様、本日はラジオ特集、究極の学習ハック、あなたに最適な勉強法を見つける旅をお聞きいただき、誠にありがとうございます。この番組では、現在勉強に取り組んでいるすべての方に向けて、科学的根拠に基づいた多様な勉強法を徹底的に解剖してお届けいたします。世の中には星の数ほどの勉強法が存在しますが、すべての人に完璧に当てはまる、たった一つの正解というものは存在しません。ある人にとっては劇的な効果をもたらす方法でも、別の人にとっては逆効果になってしまうこともあります。だからこそ、一般的な勉強法から少し変わったアプローチまで、様々な手法を知り、実際に試してみることが大切なのです。ご自身に合った方法を組み合わせることで、飽きずにモチベーションを維持しながら、学習効率を飛躍的に高めることができるでしょう。本日は、心理学や脳科学、さらには最新の臨床実験などの観点も踏まえて、幅広いトピックを網羅してまいります。どうぞ、作業の合間や移動中などに豆知識として聞き流しながらお楽しみください。それでは早速、最初のテーマである学習環境の音響について探っていきましょう。勉強をする際、あなたは完全な静寂を好みますか？それとも少しざわついたカフェのような環境を好みますか？この雑音対静かな環境というテーマは、長年にわたり多くの研究者の間で議論されてきました。結論から申し上げますと、新しい情報を吸収したり、深い思考を必要とする作業においては、基本的には静かな環境が最も適していると言われています。2010年に行われた教室内音環境の研究によれば、ニュースを読んで内容を記憶する課題などにおいて、部員、空調音、会話音の条件を比較したところ、騒音なしの環境が最も高い成績を収めました。特に人の話し声や歌詞の入った音楽などの有意味騒音は脳のワーキングメモリーにおける音韻ループという言語処理機能に干渉してしまいます。人間は言語情報を含む音を無意識のうちに処理しようとしてしまうため、勉強対象の言語情報とぶつかり合い、著しい集中力の低下を招くのです。さらに、音圧レベルが70デシベルを超えるような高い騒音環境下では、音に意味があるかないかにかかわらず、音圧そのものが妨害要因となり、作業成績を低下させることが分かっています。したがって、暗記や論理的思考を行う際には、歌詞のないインストゥルメンタル音楽や、完全な静寂を選ぶのが脳科学的には正解と言えるでしょう。しかし、ここで非常に興味深い例外が存在します。静かすぎると逆に集中できないと感じる方が一定数いらっしゃるのも事実です。心理学の観点からは、内向的な人と外向的な人で脳の最適な覚醒レベルに違いがあることが指摘されています。外向的な人は元々の覚醒水準が低いため、適度な雑音があった方が脳が活性化し、集中力が増す場合があるのです。また、近年注目を集めているのが、ホワイトノイズの活用です。ホワイトノイズとは、テレビの砂嵐の音のように、あらゆる周波数が均一に含まれた、シャーという音のことです。ある研究では、45デシベル程度の適度なホワイトノイズを流すことで、持続的注意力が改善し、作業効率や創造性が向上することが報告されています。これは、ストキャスティック共鳴と呼ばれる現象で、適度なノイズが脳の覚醒レベルを適切に維持し、微弱な信号を増幅して認知タスクを助ける働きによるものです。特に、普段注意力が散漫になりがちな子供や、ADHD の傾向がある若者において、ホワイトノイズ環境下での記憶成績が向上したという実験結果もあります。さらに、女性は男性に比べてホワイトノイズを心よいと感じやすく、リラックスした状態で高い成績を示す傾向があるというのを血流測定のデータも存在します。もしあなたが静かな部屋ではどうも落ち着かないと感じるのであれば、一度ホワイトノイズを試してみる価値は大いにあるでしょう。続いては、学習における身体活動の重要性についてお話しいたします。皆さんは二宮金次郎の銅像を学校などで見たことがあるでしょうか？焚き木を背負いながら歩きながら本を読んでいるあの姿です。実は、この歩きながら学ぶというスタイルは、現代の脳科学から見ても非常に理にかなった究極の学習法なのです。ずっと座ったまま同じ姿勢でいると、体は疲れ、脳への血流も滞ってしまいます。しかし、歩くことで足の裏から刺激が伝わり、全身の血流が良くなることで、脳にたっぷりと酸素が送り込まれます。さらに、歩行というリズミカルな運動は、精神を安定させるセロトニンの分泌を促します。また、運動によって、脳由来神経栄養因子、
BDNF と呼ばれる物質が分泌され、これが海馬の神経細胞の成長を助け、記憶の定着を強力に後押ししてくれるのです。文化人類学者の梅沢忠夫氏も、歩きながら本を読み、読みながら考え、考えながら歩く。これが一番良い勉強の方法だ、と著書で述べています。安全な場所を選んで、部屋の中をうろうろと歩き回りながら暗記をしたり、オーディオブックを聞きながら散歩をしたりするのは、非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。歩き回るのが難しい環境であれば、立って勉強するという選択肢もあります。近年、Google や楽天などの先進的な企業でも導入されている、スタンディングデスクを活用した学習法です。テキサス A&M 大学が行った実験によれば、スタンディングデスクを使用した小学生の作業効率が、通常の座学に比べて 12% も向上したという結果が出ています。これは、立つことで重力に対抗するための筋肉が働き、集中力や判断力を司る前頭前のへの血流が促進されるためだと考えられています。立っていると食後の眠気も襲ってきにくく、集中状態を持続しやすいというメリットもあります。ただし、長時間立ちっぱなしでいると足腰に負担がかかり、疲労から逆に集中力が低下してしまう恐れもあります。そのため、30分から1時間ごとに、立つと座るを交互に繰り返すのが、最も理想的なスタンディングデスクの活用法とされています。座りっぱなしの勉強に飽きてしまったら、ぜひ立ち上がって学ぶという視点を取り入れてみてください。次に、インプットとアウトプットのバランスという観点から勉強法を見ていきましょう。多くの方がテキストを何度も繰り返し読んだり、きれいにノートにまとめ直したりするインプット中心の勉強を行いがちです。しかし、最新の科学的根拠に基づく勉強法では、こうした単なる再読やただの書き写しは、記憶への定着率が低いと指摘されています。何度も読んでいると、内容を理解した気になってしまう、流暢性の錯覚に陥りやすいからです。そこでおすすめしたいのが、教えてもらう対自分でやるという構図における、自分で思い出すという能動的な作業です。これを心理学の用語で、アクティブリコールと呼びます。勉強した内容を一旦閉じ、何も見ずに白紙の紙に思い出しながら書き出してみるのです。脳に負荷をかけて一生懸命に記憶を引っ張り出すこの思い出す作業こそが、長期記憶への定着を最も強力に促してくれます。さらに強力なアウトプットの方法として、他人に教えてみるというアプローチがあります。これをプロテジェ効果と呼びます。自分が学んだことを誰かに説明しようとすると、相手にわかるように情報を論理的に再構築しなければなりません。その過程で、あれ、ここの仕組みはどうなっているんだっけと、自分自身の理解の抜け漏れに気づくことができます。自分の知識を客観的に把握するメタ認知の能力が活性化されるのです。実際に教える相手がいなくても、架空の生徒に向かって声を出して授業をするふりをするだけでも、同等の効果が得られることがわかっています。ぶつぶつと独り言を言いながら学ぶプロダクション効果と組み合わせることで、記憶の定着率は跳ね上がります。では、誰かに教えてもらう場合、現代において人間の教師と AI ではどちらが良いのでしょうか。最近ではチャット GPT などの生成 AI を学習のパートナーとして活用する人が増えています。AI に教えてもらう最大のメリットは圧倒的な心理的安全性にあります。人間を相手に質問する場合、こんな初歩的なことを聞いたら恥ずかしい、何度も同じことを聞いたら怒られるのではないか、という不安がつきまといます。しかし AI であれば、何度間違えても、何度同じ質問をしても、決して感情的にならず、中立的な立場で無限に付き合ってくれます。中国の囲碁教育現場で行われた実験では、AI 指導を受けた生徒は、エラーの回数が減少し、短期間で戦略的判断力が向上したという結果が出ました。さらに興味深いことに、人間の教師が持ちがちな無意識のジェンダーバイアスが存在しないため、AI 導入後には男女の成績格差が消失したことも報告されています。ただし、AI は便利な反面、答えをすぐに教えてくれるため、過度に依存すると自分自身で深く考える思考力や主体性が損なわれるリスクも指摘されています。そのため、AI はあくまで対話の壁打ち相手やヒントをくれる補助輪として活用し、最終的な問題解決は自分でやるというバランスが求められます。一方で、人間の教師は学習者の感情に寄り添い、励まし、共に科学への興味を育むといった情緒的なサポートにおいて、AI には代替できない重要な役割を担っています。AI による効率的なフィードバックと
人間による情熱的なサポート、そして自ら調べる独学。これらを状況に応じて使い分けるのが、これからの時代の最強の学習戦略と言えるでしょう。ここで少し視点を変えて、少し変わった勉強法を2つご紹介しましょう。1つ目は、写経を学習に応用する方法です。写経とは、仏教の経典を一字一字丁寧に書き写す行為ですが、これを教科書や参考書の重要な文章の書き写しに応用するのです。単なる書き写しは非効率だという先ほどのお話と矛盾するように聞こえるかもしれませんが、ここでの目的は、心の状態を整えることにあります。文字を丁寧に書くという単純作業に没頭することで、脳はフロー状態と呼ばれる深い集中状態に入ります。この時、脳内には幸福感をもたらすエンドルフィンという物質が分泌され、ストレスが軽減し、心が穏やかに浄化されていきます。手と視覚を同時に使うことで脳の認知機能が刺激され、学習前のウォーミングアップや勉強に疲れた時のリセット手段として非常に有効です。終わった後には、やり遂げたという達成感があり、乱れた自律神経を整える効果も期待できます。勉強の合間に、10分だけ好きな名言や重要な公式を丁寧に書き写す時間を設けてみてはいかがでしょうか。2つ目の変わった勉強法は、録音学習法です。自分の声で暗記したい事項を読み上げたり、スピーチの練習をしたりして、それをスマホなどで録音して聞き返すという方法です。自分の声を録音して聞くのは恥ずかしいと感じる方も多いかもしれません。しかし、この他人の耳で自分を聞くという客観視のプロセスがメタ認知を強烈に刺激します。音楽のボイストレーニングの分野で行われた研究では、録音を聞いて自分の音程のズレに気づくことが改善の最も重要な第一歩であることが証明されています。学習においても同様で、自分の説明がいかにしどろもどろであるか、どこが理解できていないかを録音を通じて痛感することができます。過去の録音と現在の録音を聞き比べることで、自分の成長を明確に実感でき、それが大きな自信とモチベーションにつながるという心理的メリットもあります。さて、どれだけ素晴らしい勉強法を実践しても、適切な休み時間の取り方と休息の過ごし方を知らなければ、脳はすぐに限界を迎えてしまいます。ここでは、学習効果を最大化するための時間の使い方について解説します。まず、復習のタイミングについてですが、エビングハウスの忘却曲線という言葉を聞いたことがあるでしょうか。人間の脳は、新しく学んだことを驚くべきスピードで忘れていくようにできています。何もしなければ、翌日には大部分の記憶が失われてしまいます。これを防ぐための最適な復習タイミングは、24時間以内、3日後、1週間後、1ヶ月後の4回だと言われています。特に、学んだその日の夜や翌日に5分だけでもノートを見返すという最初の復習を行うことで、記憶の流出を劇的に食い止めることができます。このように間隔を空けて反復する分散学習は、テスト前に一夜漬けで詰め込むよりも、はるかに記憶を強固にしてくれます。次に、1日の学習における休憩のタイミングです。人間の深い集中力は、それほど長くは続きません。そこでおすすめなのが、ポモドーロテクニックと呼ばれる時間管理術です。これは、25分間徹底的に集中して勉強し、その後5分間休憩を取るというサイクルを繰り返す方法です。この短いスパンで区切ることで脳の疲労を防ぎ、新鮮な気持ちで何度も学習に向かうことができます。そして、この5分間の休憩の過ごし方が極めて重要です。多くの方が休憩時間になると無意識にスマートフォンを手に取り、SNS や動画を見てしまうのではないでしょうか。しかし、脳科学の観点からは、これは最悪の休憩方法と言わざるを得ません。脳には、ぼんやりしている時にだけ活性化するデフォルト、モード、ネットワーク、DMN という重要な回路があります。この回路が働いている時、脳は無意識化でこれまでに学んだ情報を整理し、記憶を統合し、新しいアイデアを生み出しています。休憩中にスマホから次々と新しい視覚情報を入力し続けると、この情報の整理作業が中断され、脳の疲労は全く取れないのです。5分の休憩中は、目を閉じて深呼吸をしたり、窓の外をぼんやり眺めたり、軽いストレッチをしたりして、脳に本当の休息を与えてあげてください。休息の質を高めるもう一つのアプローチとして、香りの活用があります。嗅覚は人間の五感の中で唯一、記憶や感情を司る大脳辺縁系に直接信号を送る感覚器官です。そのため、香りは一瞬にして脳のモードを切り替える強力なスイッチとなります。
例えば、勉強を始めるときには、ペパーミントの香りを嗅ぐことで、メントール成分が脳を覚醒させ、眠気を覚まして集中力を持続させてくれます。暗記作業を行うときには、ローズマリーの香りが最適です。イギリスの研究では、ローズマリーの香りを嗅いだグループの記憶力が 15% も向上したという驚くべき結果が報告されています。そして、勉強の合間の休憩時間には、レモンやオレンジといった柑橘系のアロマがおすすめです。柑橘系の香りは脳の疲労を軽減し、気分をリフレッシュさせて前向きなエネルギーを引き出してくれます。ある調査では、レモンの香りがする環境で作業を行った場合、タイピングのミスが 54% も減少したというデータすらあります。また、1日の勉強を終えて眠りにつく前には、ラベンダーの香りで副交感神経を優位にし、質の高い睡眠へと導くことが大切です。睡眠の話が出ましたが、一日の終わりにお風呂の入り方を工夫することも学習効率に大きな影響を与えます。お風呂に入る際、40度から42度ほどの少し厚めのお湯に浸かることで、体内のヒートショックプロテイン HSP というタンパク質が増加します。このヒートショックプロテインには、日中のストレスで傷ついた細胞を修復し、免疫力を高めるという素晴らしい働きがあります。深部体温をしっかりと上げた後、体温が自然に下がっていく過程で、人間は深く良質な睡眠に入ることができます。睡眠中こそが、脳がその日に学んだ知識を長期記憶へと完全に固定化するゴールデンタイムなのです。質の高い入浴と睡眠は、最高の勉強法の一部であると言っても過言ではありません。続いては、多くの方が苦労する多言語の単語の覚え方について、効果的なハックをいくつかご紹介します。単語帳をただ黙々と眺めているだけでは、なかなか頭に入ってきませんよね。そこでおすすめしたいのが、リズムや音楽に乗せて覚えるという方法です。音楽は人間の感情を動かす力を持っています。楽しい、心地よいという感情と一緒に学習した情報は、情動記憶として脳の海馬と扁桃体が連携し、強固に定着しやすくなります。また、歌詞がリズムに乗って繰り返されることで、脳のワーキングメモリーが刺激され、情報がスムーズに長期記憶へと移行します。2013年の研究では、単に文章を読んだだけの場合よりも、歌詞付きの歌として覚えた内容の方が、記憶の定着率が高いことが示されています。さらに、音楽のトレーニング自体が、外国語の習得に良い影響を与えるという研究結果も多数存在します。音の工程やリズム感、音色を聞き分ける能力が鍛えられると、それがそのまま、外国語の未知の音を聞き取るリスニング力や、正確な発音力に直結するのです。幼少期に少しでも楽器を習っていた経験がある人は、大人になってからの語学学習においても有利になることが分かっています。単語を覚えるときは、お気に入りの洋楽を聴いて一緒に歌ってみたり、自分でリズムを刻みながら単語を音読してみるのが効果的です。また、単語をメモして覚える際の文字の色にも、科学的な裏付けのあるテクニックがあります。東大生などの間でも話題になった青ペン書き殴り勉強法をご存知でしょうか。暗記したい事項をひたすら青いボールペンでノートに書きまくるというシンプルな方法です。なぜ赤や黒ではなく青なのでしょうか。色彩心理学において青色を見ることは脳内にセロトニンというホルモンを分泌させ、精神を落ち着かせる鎮静効果があると言われています。リラックスした状態の方が脳は記憶をスムーズに吸収できるのです。一方で赤色はアドレナリンを分泌させ、興奮状態を作り出すため、長時間の暗記作業には不向きだとされています。さらに、大阪教育大学で行われたフラッシュカードを使った記憶実験では、興味深い事実が判明しました。赤色よりも青色の文字の方が記憶に残りやすかったのはもちろんですが、さらに、文字の色が薄い方が、濃い色よりも記憶に残りやすかったのです。これは、色が薄くて少し見えにくいことで、脳が無意識に注意深く見ようと認知的な努力を払い、その結果として記憶に深く刻み込まれたためだと考えられています。青いペンで、かつ少し薄めのインクを使って単語を書き出してみるのも、面白い実験になるかもしれません。視覚、文字の色や聴覚、リズムや音楽の話が出ましたが、これらを組み合わせる五感を使ったマルチモーダル学習こそが最強の暗記術です。目で文字を見て、視覚声に出して読み上げ、聴覚、そして手を動かして書く、あるいは部屋を歩き回る、触覚、運動感覚。このように複数の感覚器官に同時に訴えかけることで、脳内の様々な領域が活性化し、
記憶のネットワークが複雑に絡み合い、決して忘れない強固な記憶が作られるのです。最後に、現代の私たちが大いに学ぶべき昔の人の勉強法について触れておきましょう。江戸時代の寺子屋や藩校で子供たちが一斉に声を上げて論語などの古典を読んでいた光景を想像してみてください。これを素読と呼びます。素読とは文章の意味を深く理解するよりも前に先生の真似をしてただひたすらに大きな声で音読を繰り返す学習法です。一見すると非効率な詰め込み教育のように思えるかもしれません。しかし、東北大学の川島隆太教授らの最新の脳科学研究により、この素読が脳の発達に驚異的な効果をもたらすことが証明されています。黙読している時と比べて、声に出して読む素読の最中は、脳の司令塔である前頭前野の血流が劇的に増加し、脳活動が極めて活発になります。理解した文字を音に変換し、口の筋肉を動かし、息を吐き、そして自分の発した声を自らの耳で聞くという、二重、二への複雑な情報処理を同時に行っているからです。これにより、記憶力が向上するだけでなく、感情をコントロールする抑制力や、論理的思考力、創造性までが養われることが分かっています。さらに、教室でみんなが揃って同じリズムで声を出すことで、お互いの脳波が同期し、心を通わせるコミュニケーション能力や連帯感が育まれるという、素晴らしい社会的効果もありました。幕末に日本を訪れた外国人が、日本人の識字率の高さや知的水準に驚愕した背景には、この素読という身体全体を使った学習文化があったのです。AI やデジタルデバイスが溢れ、黙って画面を見つめることが多くなった現代だからこそ、あえて本を開き、お腹から声を出して名文を音読する時間を設けてみてはいかがでしょうか。脳が喜び、心が整う、新鮮な感覚を味わえるはずです。さて、長時間にわたり、様々な観点からの勉強法をご紹介してまいりました。静かな環境とホワイトノイズの使い分け。立って学び、歩いて思考する二宮金次郎スタイル。教わるだけでなく、自ら思い出し、他人に教えるアウトプットの力。AI の心理的安全性を活用しつつ、人との対話を大切にする姿勢。写経や録音といった自己を見つめ直す少し変わったアプローチ。ポモドーロテクニックやアロマ、HSP 入浴法を取り入れた戦略的な休息の科学。音楽や青ペン、五感をフル動員するマルチモーダルな暗記術。そして、前頭前野を鍛え上げる先人たちの知恵、素読。これらはすべて、あなたの学習を豊かにするための引き出しです。勉強に飽きてしまったとき、壁にぶつかってしまったとき、ぜひ今日のラジオで耳にしたどれか一つでも構いません。新しい方法を試してみてください。脳は常に新しい刺激を求めています。アプローチを少し変えるだけで、信じられないほどスムーズに頭が働き始める瞬間がきっと訪れるはずです。あなたにとって最高の学習エコシステムが構築され、学びの旅がより楽しく、実り多きものになることを心より応援しております。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。それでは皆様、素晴らしい学習の時間をお過ごしください。